皆さん、こんにちは。陽介です。今、日本では衆議院選挙で盛り上がっています。衆議院選挙というのは、日本の国会の議員を選ぶ選挙ですね。国の方向性を決めるとても大事な選挙です。テレビをつけると、毎日選挙のニュースばかりみたいですね。自民党がどうなる、野党はどうする、そんな話題で持ちきりです。正直、最終的にどこが勝つかはわかりません。選挙は最後の最後まで予想が難しいと言われてますからね。でも、実は今回の選挙で密かに注目されている政党があるんです。密かにというのは目立たないけれどという意味ですね。まだ小さな政党です。去年の参議院選挙で1議席を取ったばかり。参議院というのは衆議院とは違うもう一つの議員ですね。そしてこの政党は今回の衆議院選挙にも挑戦しています。でも若い人たちの間でじわじわと支持を広げている。その名前はチーム未来。日本で最も若い国政政党なんですよ。国政政党というのは国の政治に参加できる政党のことです。今日はこのチーム未来について詳しくお話ししていこうと思います。さて、チーム未来の話をする前に、まず日本の政治について少しお話しさせてください。皆さん、日本の政治家ってどんなイメージがありますか？正直に言いますね。年配者が多いんです。年配者というのは年を取った人のことですね。60代、70代、80代の政治家がたくさんいます。もちろん経験豊富なことはいいことです。でも若い人の気持ちがわかるかなと思うこともあります。例えば少子化の問題。少子化というのは生まれてくる赤ちゃんの数が減っていくことです。日本では今これがすごく深刻な問題になっています。具体的な数字を言うと、1970年代には日本では年間200万人以上の赤ちゃんが生まれていました。それが2024年には約69万人。初めて70万人を下回りました。そして2025年は66万人くらいになる見込みだそうです。やばくないですか？正直やばいんです。なぜこんなに赤ちゃんが減ってしまったんでしょうか？理由はいくつかありますけど、一番大きいのはやっぱりお金の問題だと思います。日本で子供を一人育てるのに平均して2000万円以上かかると言われています。私も二人の子供がいますが、三人目はちょっと厳しいかなって正直思っています。きっと同じように考えている家庭は多いと思います。子育てにお金がかかって大変。給料は上がらないのに税金は増える。将来が不安で子供を持つのをためらう。こういう若い世代の悩み、年配の政治家に本当にわかるでしょうか？実は日本は高齢者の方が多いので、選挙では高齢者向けの政策が優先されがちなんですね。なぜかというと、選挙に行く人も高齢者の方が多いからです。政治家からすると、選挙に来てくれる人のための政策を作りたくなりますよね。だから、若い人向けの政策、
特に子育て世代への支援がなかなか進んでこなかった面があります。でも、この問題に真剣に取り組もうとしている新しい政党があるんです。それがチーム未来です。チーム未来はメンバーが30代中心なんです。年配者ばかりの政治の世界で、これはかなり珍しいことです。代表は庵野貴弘さんという方です。この人の経歴がすごく面白いんですよね。まず、AI エンジニアです。国会議員で初めての AI エンジニアだそうです。でも、それだけじゃないんです。庵野さんは SF 小説家でもあります。私も最近、庵野さんが書いた小説をオーディブルで聞いたんですけど、女の子が AI スタートアップを立ち上げる話ですごく面白かったです。さらに、庵野さんは自分自身でもスタートアップを2社立ち上げています。スタートアップというのは新しいビジネスを始める会社のことですね。1社目は AI チャットボットの会社、2社目は法律関係の AI 会社だそうです。AI エンジニアで小説家で起業家で、そして政治家。すごい経歴ですよね。安野さんが政治の世界に入るきっかけになったのは2024年の東京都知事選挙でした。結果は5位でしたが、15万票以上を獲得して大きな注目を集めました。そこからチーム未来という政党を立ち上げて今に至るわけです。こういう多彩な若い人が政治の世界に入ってきた。これだけでもちょっとワクワクします。さて、チーム未来についてもう少し詳しく見ていきましょう。チーム未来は去年の参議院選挙でゼロからスタートしました。普通、新しい政党が国政政党になるにはすごく時間がかかります。お金を集めたり、仲間を集めたり、全国に支部を作ったり、支部というのは地方にある事務所のことですね。でも、チーム未来はなんと設立からたった73日で国政政党になりました。史上最速だそうです。しかも、企業や団体からの支援を一切受けていません。一般の人たちからの応援だけでここまで来たんです。全国で150万人以上の人が支持して、安野さんが1議席を獲得しました。これ、すごいことですよね。お金も組織もない状態から73日で国政政党になる。普通は考えられないことです。チーム未来の基本理念は、未来、今、テクノロジーの3つです。理念というのは大切にしている考え方のことですね。未来のために今できることを今すぐやる。これがチーム未来のモットーです。モットーというのは行動の指針、いつも心がけていることですね。それから行動原則としてこんなことを掲げています。行動原則というのはこうやって行動しますというルールのことです。一つ目は手を動かす。評論だけじゃなくて具体的なツールを作ったり政策を実際に動かしたりする。評論というのは意見を言うことです。口だけじゃなくて行動で示すということですね。安野さんはスタートアップを2社作った人ですからね。まず作ってみる、まずやってみるという考え方が体に染みついているんでしょう。二つ目は誰かを貶めない、分断を煽らない。
貶めるというのは他人の評価や価値をわざと下げるという意味です。分断を煽るというのは意識的に人々を対立させることです。煽るはわざと怒らせたり争わせたりすることですね。政治の世界ではよくあの党は悪い、あの政治家はダメだみたいな批判合戦がありますよね。でもチーム未来はそういうことはしないと言っています。対立を利用するんじゃなくて、テクノロジーを使ってみんなの意見をまとめていく、そういうアプローチを取ろうとしているんです。アプローチというのはやり方、進め方のことですね。日本では堀江貴文さんという有名な起業家がいます。起業家というのは自分で会社を作った人のことです。堀江門とも呼ばれている方です。その堀江さんがチーム未来についてコメントしていました。堀江さんはみんな減税って言うから結局円が売られてもっと物価が上がって国民の生活が苦しくなる。だから僕の結論はチーム未来しか信用できないと言っていたんです。これどういう意味かというと次の話につながってきます。自民党は食料品の消費税を2年間0%にするという公約を掲げました。日本の政治では今多くの政党が消費税を下げますと言っています。消費税というのは買い物をした時に払う税金ですね。日本では今10%です。1000円のものを買うと100円の消費税がかかります。消費税を下げればみんなの生活が楽になる。これはわかりやすいですよね。選挙で人気が出そうな政策です。でも、チーム未来は違います。チーム未来は消費税の減税を公約にしていません。公約というのは選挙で当選したらこれをやりますという約束のことです。減税というのは税金を減らすことですね。その代わり社会保険料を下げると言っているんです。社会保険料って何という方もいるかもしれませんね。社会保険料というのは健康保険や年金のために毎月給料から引かれるお金のことです。健康保険というのは病気になった時に病院代の一部を払ってもらえる仕組みです。年金というのは年を取って働けなくなった時に毎月お金をもらえる仕組みです。日本で働いている人は給料をもらうときいろいろなお金が引かれます。所得税、住民税、そして社会保険料。所得税は国に払う税金。住民税は住んでいる町に払う税金です。実はこの社会保険料がすごく高いんです。私も会社員だった時代、給与明細を見て驚いたことがあります。給与明細というのはお給料の詳細が書いてある紙のことですね。え、こんなに引かれてるのって思いました。例えば、月収30万円の人だと、社会保険料だけで4万円以上引かれることもあります。年間にすると50万円近くになることも。消費税も確かに負担ですけど、実は社会保険料の方が現役で働いている人には重いんです。現役というのは今まさに働いている世代のことですね。チーム未来はここに注目しているんですね。消費税を下げるより、社会保険料を下げた方が働いている人の手取りが増える。
手取りというのは、税金や保険料を引いた後に実際にもらえるお金のことです。これがチーム未来の主張です。でも、ここで当然こう思いますよね。じゃあ、そのお金はどうやって作るのと、社会保険料を下げたら、その分のお金が足りなくなりますからね。これ、大事なポイントです。チーム未来はいくつかの方法を提案しています。まず、一つ目は、テクノロジーを使って行政や政治のコストを大きく減らすこと。AI やデジタル技術を導入して、今まで人がやっていた仕事を効率化する。効率化というのは、無駄を減らして少ない労力で同じ結果を出すことですね。そうやって浮いたお金を社会保険料の引き下げに回すということです。二つ目は、複雑な特例措置を整理すること。特例措置というのは特別なルールのことです。日本の制度って特別ルールがたくさんあって、すごく複雑になっているんですね。これをシンプルに整理することで、無駄な支出を減らすということです。三つ目は、基礎年金の仕組みを変えること。基礎年金というのは、全員がもらえる年金の基本部分です。今は私たちの給料から引かれる保険料で支えています。これを将来的には税金で支える方式に変えていく。そうすれば毎月の社会保険料が直接減るわけです。そして4つ目は、給料だけじゃなくて資産を含めて負担のバランスを見直すこと。資産というのは貯金や不動産などの財産のことですね。今の仕組みだと、給料が多い人ほど保険料を多く払います。でも、給料は少なくてもたくさんの資産を持っている人もいますよね。そういう部分も含めて公平な仕組みに作り直そうということです。まあ、正直、全部がすぐに実現するかはわかりません。でも、ただ下げますじゃなくて、こうやってお金を作りますという具体的な道筋を示しているのは、他の政党にはあまりないところですよね。今、AI によって今まで考えられなかったような効率化ができる部分が増えてきています。それを行政や政治に生かしていこうという姿勢には期待したいですね。そしてもう一つ注目したいのが、子育て減税という政策です。これ、すごく面白いなと思いました。子供の数に応じて親の所得税率を下げるという政策です。所得税率というのは、給料に対して何パーセントの税金を払うかという数字です。具体的に言うと、子供が1人いると所得税が5%下がる。子供が2人いると10%下がる。子供が3人いると20%下がる。しかも、共働きの場合は、お父さんとお母さん、両方に適用されるそうです。共働きというのは、夫婦の両方が仕事をしていることですね。これ、私の家庭に当てはめて考えてみました。うちは子供が2人いるので、所得税が10%下がる計算になります。年間でいくら浮くかなと計算してみたら、結構な金額になりました。あ、これなら3人目を考えてもいいかも。そう思う人も出てくるんじゃないでしょうか。もちろん、これが実現するかどうかはわかりません。政策は実現するまでが難しいですからね。今は参議院で1議席しかないので、
すぐに法律を変えることはできません。でも、こういう具体的な提案をしているのは面白いなと思います。さっきの話に戻りますけど、堀江さんがチーム未来しか信用できないと言った理由、それは消費税減税を言わないところにあるんですね。消費税を下げると国の収入が減ります。収入が減ると国はお金を借りなければいけない。お金を借りすぎると円の価値が下がる。円の価値が下がると輸入品の値段が上がって物価が上がる。物価というのは物の値段のことですね。つまり消費税を下げても結局物価が上がって生活は楽にならないかもしれない。そういう考え方があるんですね。チーム未来はばらまきと言われるような短期的に人気を取る政策はしない。ばらまきというのはお金を配るだけの政策のことです。その代わり構造を変える改革をしようとしている。構造というのは仕組みのことですね。これが他の政党との大きな違いです。さて、チーム未来のもう一つの特徴、それはテクノロジーの活用です。安野さんは AI エンジニアでスタートアップを2社作った起業家ですから、テクノロジーを使って政治や行政を変えようとしています。行政というのは政府や役所の仕事のことです。具体的にどんなことをしているのか見ていきましょう。まず、永田町エンジニアチームというものがあります。永田町というのは日本の国会がある場所の名前です。東京にある地名ですね。つまり、国会の中にエンジニアのチームを作ったということです。普通、国会にエンジニアはいません。政治家とその秘書と役人ばかりです。秘書というのは政治家の仕事を手伝う人のことです。役人というのは政府で働く人のことですね。でも、チーム未来はエンジニアを入れていろいろなツールを開発しています。例えば、未来丸見え政治資金というツール。政治資金というのは政治活動に使うお金のことです。これは政党のお金の流れを誰でもわかりやすく見られるようにしたものです。日本では最近政治資金の不正処理という問題がありました。不正処理というのはルールを守らない悪いやり方でお金を扱うことです。政治家がお金を正しく報告していなかったんですね。これは大きなスキャンダルになりました。スキャンダルというのは大きな問題や不祥事のことです。チーム未来は自分たちのお金の流れを全部公開して誰でも見られるようにしています。しかも他の政党にもこのツールを使いませんかと提案しているそうです。それから未来議会というツールもあります。これは国会で議論されている法案についてわかりやすく説明するものです。法案というのは新しく作ろうとしている法律のことですね。正直、国会の議論って普通の人にはわかりにくいですよね。専門用語が多いし、何を話しているのかよくわからない。未来議会を使うと、今どんな法律が議論されているのか、それはどういう意味なのかがわかりやすくなるそうです。そして、私が一番いいと思ったのが、行政の DX 化、AI 化です。DX というのはデジタルトランスフォーメーションのことですね。デジタル技術を使って仕組みを大きく変えることです。チーム未来のスローガンは、活かせない、欠かせない、待たせない、迷わせない。
スローガンというのは目標を表す短い言葉のことですね。今、役所で何か手続きをしようとすると大変なんですよね。まず、役所に行かなければいけない。書類をたくさん書かなければいけない。長い時間待たなければいけない。どの窓口に行けばいいかわからない。これをテクノロジーで解決しようということです。例えば、マイナンバーカードを使って手続きを全部オンラインでできるようにする。マイナンバーカードというのは日本で使われている個人番号のカードのことです。申請しなくても条件に当てはまる人には自動的に給付金が届くようにする。給付金というのは政府からもらえるお金のことですね。赤ちゃんが生まれた時とか病気になった時とか忙しいですよね。自分で調べて申請するのは大変です。そういう時、自動的にサポートが届いたらすごく助かりますよね。こういった提案を見ていると、本当にテクノロジーで政治や社会が変わるかもしれないという期待が湧いてきます。さて、ここまでチーム未来の良いところをたくさん紹介してきました。もちろん課題もあります。課題というのは解決しなければいけない問題のことですね。バランスを取るために課題についてもお話ししておきますね。まず、組織基盤が弱いという点です。組織基盤というのは、ここでは政党を支える土台のことです。チーム未来はまだできたばかりの新しい政党です。全国に支部があるわけでもないし、長年の支持者がいるわけでもない。政策の内容は良くても、それを実現するためにはもっと多くの議席が必要です。議席というのは国会での席のことです。席が多いほど影響力があります。今は参議院で1議席だけですからね。これからどうなっていくかが楽しみです。さて、ここで私の気持ちを正直に言いますね。私はこのチーム未来を応援したいと思っています。もちろん私は自民党も与党として支持しています。与党というのは政権を持っている政党のことです。日本の安定のために自民党は大事な役割を果たしてほしいと思います。でもそれとは別にチーム未来のような新しい政党が出てきたことはすごく良いことだと思うんです。年配の方ばかりの政治の世界に若い人が入ってくる。テクノロジーを使った新しいアイディアが出てくる。子育て世代の声が届くようになる。これだけでも意味があると思うんです。社会保険料を下げよう。テクノロジーで行政を変えよう。子育て世代を応援しよう。こういう声が国会に届くようになった変化の始まりですよね。もちろん、どの政党を支持するかは人それぞれです。でも、知らないと選べませんよね。だから、こうやっていろいろな政党について知ることは大切だと思います。さて、今日はチーム未来という日本で最も若い政党についてお話ししました。年配の政治家が多い日本の政治の世界で新しい風が吹いている感じがしますね。今回の衆議院選挙でチーム未来がどのくらいの議席を取れるか注目してみてください。最後に今回覚えておきたい日本語をいくつか紹介しておきますね。まず、社会保険料。健康保険や年金のために給料から引かれるお金のことです。次に減税。税金を減らすことです。消費税減税とか子育て減税とかニュースでよく出てきます。それから行政。政府や役所の仕事のことです。
行政改革というと、役所の仕組みを変えて良くすることですね。最後に、与党と野党。与党は政権を持っている政党。野党は政権を持っていない政党です。日本の政治ニュースではよく出てくる言葉です。これらの言葉を知っていると、日本の政治ニュースがぐっとわかりやすくなりますよ。この動画をアップしている時点では、今回の衆議院選挙はまだ終わっていません。どうなるか楽しみですね。それでは今日はこの辺で。最後まで聞いてくれてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases, come what may. From hiragana to kanji, you'll see. Learning's fun with Yosuke, come with